世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回もですね、武器投げに関して実装を進めておりました。新しくですね、転送魔法で武器を手元に戻した時のエフェクトを作ってみました。エネルギーがね、ほとばしるようなエフェクトが出た後に、粒子状のね、ものがチリチリと剣にまとわりつくような感じの仕上がりになってますね。あとですね、武器が手元にない時に限るんですけど、攻撃入力をすることでね、こんな感じで、自動で、転送魔法が発動して武器が手元に戻ってくるようにっていう機能もつけてみました。これに関してはね、実際は、魔法でね、手元に戻すときに、MP を消費することになるんで、実際はね、ここまでたくさん投げたりとかはできないんですけど、一応ですね、こんな感じで転送魔法の後にさらにすぐ投げてっていうのをずっとループさせることも一応できますね。敵キャラクターもね、武器投げを使用してくるように AI の行動パターンをね、少し変更しました。まだね、巧みに武器を投げてくるっていう感じではないんですけど、中距離でね、いい感じの距離にいたら結構投げてくるなっていう感じの印象にはなってきますね。あと、もちろんね、敵キャラクターが投げてくるその武器に関しても、前回の動画でね、話した通り、回避アクション中にね、当たると転倒効果付きなので、ご覧のようにね、適当に回避やっちゃうとちょっと危なくなってますね。あとはその武器投げした時とか投げた後ね、一応シールドバッシュとかで武器をね、手元に戻さずに戦い続けることもできるんですけど、そういうね、手元に片手剣がない状態で、敵キャラのね PP をブレイクさせた時なんですけど、普通にそのまま地名入力すればこんな感じで、地名のアクション中にね、ちゃんと転送で手元に戻して攻撃してくれますね。これかっこいいんで、個人的にはすごいお気に入りです。今回使用した武器を手元に戻す際のエフェクトなんですけれども、3つのね、有料アセットを組み合わせて作成してます。1つ目がこちら、白いね、衝撃波のエフェクトですね。で、2つ目がこちら、青色のちょっと指向性を持ったね、ほとばしるようなエフェクトですね。これを剣先に向けてね、飛ばすみたいな感じでつけてます。で、3つ目がこちら、2つのエフェクトを出したちょっと後にね、時間差で出してます。剣をね、まとうような粒子状のエフェクトですね。基本的にね、青色っていうのがすごい使いやすいなって思ってて、なんか困った時は青色にしとこうみたいな、ジンクスが出来上がりつつありますね。で、この粒子状のエフェクトに関してはね、結構描画処理がね、重たいみたいで、あとね、カメラから遠いところでこのエフェクトが発生したりすると、処理落ちといいますかね、ちょっと見えなくなっちゃうことが稀にありますね。エフェクトの色とか、そもそも素材自体もね、後から差し替えることができるので、ゆくゆくはね、将来の僕の優秀な仲間がね、作ってくれた素晴らしい素材にね、差し替えていこうかなと思ってるんですけど、おそらくこの動画にもね、お前はただアセットを組み合わせてるだけのゴミクリエイターだみたいな、そういうコメントがね、多分来ると思うんですよ。しかも結構な数ね、来ると思うんですけど、僕はね、その将来的にもね、そういう作業をずっとやっていくわけなんですよね。優秀な仲間、モーションデザイナーとか、キャラクターモデラーさんとか、背景のモデラーさんとか、SE とかね、エフェクトを作ってくれる方とか、そういう方たちに指示を出して、で作ってくれたね、素晴らしい素材を組み合わせる。もしくは組み合わせる仕事をする人を上から指示するっていうね、そういう作業をこれからもやっていくわけなんですよ。僕がね、より有名になってね、資金がたくさん集まってればそういう風になってると思うんですけど、もしね、資金が全然集まってなかった場合は、数年後もね、おそらく自分でね、地道に作業を続けてると思うんですけど、ぶっちゃけそういうヤジをね、飛ばしてくる人の気持ちもね、わかるんですよ。アセットを詰め込んだだけのクソゲー、こんなもんありきたりすぎる。
世界観も全然話してないし、戦闘システムもまだまだ発展途上。あり合わせのアセットだけで間に合わせで制作している段階なのにもかかわらずだよ。自分のありきたりな人生には目をつむってトゲのある言葉を書き込んで自らの人生を正当化してる。こいつはゴミだけど俺はゴミじゃない。わかるよ、その気持ち。特に自分と同ジャンルの完全上位互換に出くわした時とかがもうやばいんだよね。本当に負の感情がどうしようもなく湧き出してくる。多分みんなゲーム好きなんでしょ。さすがに俺より好きな人ってなかなかいないと思うけどさ、でもみんなも俺に匹敵するぐらい多分ゲームが好きだと思うんだよ。俺も未だになるからね、同じ装備とか同じキャラ使ってる人に対人で負けた時とかね、マジでもう顔面真っ赤っかだからね顔面大発火状態、もう大発火通り越して顔面黒煙ぐらい腹立てながらゲームプレイしてる時とかたまにあるけど、でもそこで暴言吐いたりとかファン名を送っても結局何も解決しないんだよね。結局は自分が練習して強くなって相手に勝つしかないんだよ。つまり行動するしかないってこと。ぶっちゃけ他の YouTuber とかクリエイターさんのとこ行って暴言吐くぐらいだったら、もう俺のチャンネルのコメントでストレス解消してくれていいっすよ、別に。君のね好きなゲームの知識で様々な角度から俺のことディスれるだろうしさ、もう気持ちよくなるまでディスってくれて別に構わんけど、でもさ、また明日朝起きて労働してで家に帰ってきたらネットでうさばらしして、そういう NPC みたいな生活をずっと続けていくのかっていう話なのよね。それって死ぬまで消えない呪いなんだよ。結局お前が行動して自分が主人公プレイヤーにならないと解消できないんだよ。でも別に NPC として生きながらうまくね、いろんなところでガス抜きしながらその呪いをね中和させつつ生きていくっていうのも別にありだと思うけど、その中和させる作業、ネットで悪口書いたりとか、それでさ筆を折っちゃうクリエイターとかもいるんですよ。ぶっちゃけクリエイターが全員メンタル強いかって言われるとそうでもないし、 YouTuber さんとかもねもちろん、でもさすがにどうだろう、 YouTube やってるようなやつらはメンタルバケモンみたいなやつばっかなのかもしんねえけど、でもできれば俺のチャンネル以外ではあんまそういうことはやらんとってほしいな。でも一応伝えとくけどさ、そういうプライド高いやつとか、つまり呪いの影響を強く受けてる人ねってぶっちゃけめちゃくちゃプレイヤーの素質があると思ってて、負けず嫌いであったり夢を諦めきれなかったり、みんなさ子供の頃はあったでしょ、夢をヒーローになりたいとかさ、木星まで有人飛行で行きたいとか、世界一面白いアクション RPG 作りたいとかさ、そういうバカみたいな夢あったっしょ。せっかくゲームを通じてこの YouTube でさ出会えたんだからさ、お互い刺激し合いながらさ、人生とかいう神ゲーをさプレイしていったらいいんじゃないか、そんな風に思ってます。めっちゃ恥ずかしいけど。はい、以上です。お疲れ様。